第2世代最強の人形ボイマスティナがついに実装されます。その名にふさわしくゲーム内でも最強ですね。ボイマスティナは物理のメインアタッカーです。強力なダメージを持ちながら編成を選ばない汎用性も備えています。クルカイのように意図的に非常に強く設計された人形であるだけに、最低でも無凸は必ず確保しておくことをお勧めします。以降の突破については全ての突破段階に意味があるため、余裕がある分だけ進めても良いですが、一般コンテンツ向けの3凸、ボスコンテンツ向けの6凸を重視する傾向にあります。ただしクルカイヤタのメインアタッカー系人形と同様に、無凸だけ確保して関凸は陣営で借りる形で計画を立てても良いです。持ち武器もまた強力です。ただし人形の突破も強力なので、目標の突破を達成してから武器を引けばいいです。ボイマスティナはアクティブスキルにもパッシブ効果が分配されています。実質的にパッシブスキルも4つある形なので、分かりやすいようにパッシブから紹介します。強制移動及び移動でバフ無効、遠征効果を受けない代わりに被ダメージ 30% 減少、耐性が0以上の場合被ダメージ減少 80%、 物理ダメージを与える際防御力を 50% 無視し、通常攻撃アクティブ後に SP を2獲得。 SP が最大まで溜まっている場合全て消費して捕食の法則バフを獲得。捕食の法則、次の攻撃が防御力 50% 無視、会心足す 30%、 会心ダメージ足す 25%。 まず移動関連免疫や遮蔽効果なしは敵ボスによく見られたパッシブですね。そこに条件なしの防御無視があり、 SP 回復条件もあります。ボイマスティナはスキルが SP を消費しないためバフ専用の要素となっています。射距離内の敵が単体ダメージを受けた時、ターンごとに1回行動支援。3マス内の敵に 100% の範囲物理ダメージ。シンプルな支援攻撃、そして範囲攻撃です。戦闘開始時、マップ全体で最も近い敵5体に 100% 物理ダメージ。この効果が終了するまで自身は直接固定ダメージを受けない。戦闘が始まる前に5体を先に殴ってからスタートする効果。一般コンテンツを簡単にしてくれるパッシブです。2つ目の効果は大きな意味はありません。開始直後に敵を削除するため、もともとあまり意味がなかった闘技場を完全に消し去ったきっかけとなったスキルです。射距離内の敵が単体ダメージを受けた時、ターンごとに1回行動支援。その敵の2マス以内まで突進し 150% 物理ダメージ。1スキルと同様に行動支援です。2回支援が発動する場合、まずこのスキルの突進支援を優先し、その後1スキルの射撃支援を行います。続いてアクティブスキルの紹介です。1スキルはシンプルな範囲攻撃です。資源を消費しないため、実質的に1スキルが通常攻撃です。通常攻撃は銃を撃つボイマスティナを見たい時に使います。ウルフアイシステム、8マス以内の敵が移動、攻撃、行動終了時、80% の 3×3 範囲攻撃。ターンごとにユニットごと最大1回、全体で最大6回。8マス以内の敵が何かをしようとすると先に攻撃するスキルです。追加スキルがあるため、通常は2スキル、1スキルの順で使用します。小範囲内に 200% の近接物理ダメージを与える技です。シンプルで強力ですね。セットは近接強攻または実弾。オプションは一般的な攻撃ボーナス、会心ダメージ。近接強攻の方が少し強いですが、アップグレードを全て終えた状態でごくわずかな差が出る程度。そのため
どちらのセットを使っても問題ありません。キーはウルトダメージを上げる6、03、ユイと編成しない場合は6、01、それ以外ではボス用の4、03、通常専用の4、01など、6、01を装備すると過貫通ボーナスを単独で発動できるため、多属性の傭兵として使う際に使用します。前作では AK-15 として登場しました。今回の火花の罪イベントですでに何度も呼ばれた名前ですね。ゲーム的には無難に優秀な AR 人形でした。モッド後は全体的な火力が大きく上がり、最強クラスの人形となりました。ストーリーでは最強の人形の名にふさわしい姿を見せましたが、数々の事件を経験し、多くの苦労もしています。これについてはアルバと同様に、前回のストーリー紹介動画で説明していますのでご参照ください。ありがとうございました。